2025年3月初旬、早速ですね、ポルシェの新型マカンに試乗する機会がありましたので、撮影してみました。もちろんですね、試乗するモデルはマカンターボということで最上位モデルですね。いやー、楽しみだな。実際、マカン GTS 所有している身としては気になりますよね。それでは行きましょう。はい、皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。車使用好きチャンネルです。今日はですね、ポルシェの新型マカンターボエレクトリック試乗ということで、ポルシェセンターにお邪魔しております。この撮影した日はですね、2025年の3月の初旬ですけれども、このポルシェマカンがですね、電動化されて各ポルシェセンターに試乗車、展示車が配備されだしたというタイミングになります。イベントが各地で開催されていますので、私もですね、それに参加して試乗させていただきました。試乗車がマカンターボということで、いやいや BEV、電気自動車なのにターボなのかっていうのはありますけれども、ポルシェはもう最上位モデルはターボという名前がつきますので、グレード名だという理解はしておりますが、いやいや、ポルシェのですね、EV の完成度は非常に高いですからね。ポルシェの EV、タイカンに乗ったことがありますけれども、その完成度の高さに驚かされたのは今でも覚えています。そしてポルシェとして初の EV、SUV タイプということで、このマカンがエレクトリックとしてデビューするわけですけれども、その完成度、やはり注目になると思います。私もですね、今実際ポルシェのマカン 3GTS 乗っていますので、気にならないと言ったら嘘になりますけれども、EV とガソリンでどうなるのか、そして EV 乗っていけるのかなっていうところで気になりますけれども、何より運転が楽しいかどうか、これが一番重要ですよね。早速チェックしていきたいと思います。今内外装ざっと見てますけれども、インテリアのデザインはやっぱりタイカンと共通している部分多いなというふうに思います。そしてやはり何より走りですからね、ポルシェは。ポルシェから走りを取ったら何も残らないと言ってもいいぐらい走りに極振りしているメーカーなので、ということで今早速マカン EV ターボ走り出していますけれども、やっぱりですね、このヌルヌル感、スムーズの極致みたいなところは同じですね。めちゃくちゃスムーズです。このマカンターボのですね、スペックでいうと馬力が639馬力、そしてトルクがですね 1130Nm ということで、オーバーブースト時にはなりますけれども、とんでもないスペックを誇ってますよね。トルクが1130とか、もう化け物でしかないなというふうに思うんですけれども、 EV ならではでこのスペックはやっぱり実現できるんだなというふうに思います。マカンターボはですね、車両価格が1500万円台ということになっていますが、このスペックで1500万円台っていうのはやはりガソリンモデルでは出せない価格帯ですからね。ここら辺のスペックの高さっていうのは EV の強みの一つかなというふうに思いますが、この加速感というか余裕感がやはりすごいですね。今走っててもうひしひしと感じられるものがあります。ちょっとですね、ここ左折した後にスーッと流せるようになると思いますので、ちょっと踏んでいきたいと思いますが、スポーツプラスで加速しだしてて、もう力強い。もう全然ですね、本当に踏み切れてないレベル、全く踏み切れてないんですけれども、加速していくごとに安定感があるっていうのと、やはりまだまだそこが見えないなっていうのがありますね。これはやっぱりレベル高いな。そしてこのまた曲がった時のですね、車体の剛性感非常に高いですね。これはですね、今私が乗っているマカン GTS よりも高いかなっていうのを感じられますね。やっぱり新型モデルだなと思いますし、やっぱりですね、バッテリーが車体の下に敷き詰められているので、もう血を這うような感覚、走りの感覚っていうのがあるので、ここら辺はですね、やっぱり高級車、それとバッテリー BEV の相性はいいなというのを感じさせられますよね。そして EV で気になるところの航続距離ですけれども、この新型マカンからですね、マカンターボで航続距離591キロ、
そしてマカン4だと613キロということでかなり伸びてるんですよね。これは実際の距離で言うと500キロ台中盤に来てるのでかなり実用性あると思います。この初期モデルからですね、出だし含めて非常にスムーズですね。ここら辺はもういきなり完成度が高いというふうに言えると思います。運転のしやすさも非常に保たれていて乗り心地もいいですね。マカンターボになるとエアサスペンション標準装備ですけれどもかなり快適性は高いというふうに思います。そしてですね、回生ブレーキのオンオフもできるんですけれども、今回生ブレーキオンしてたんですけど、そんなに回生強くないように感じられますね、運転しているところとしては。なので回生ブレーキオンにして航続距離を稼ごうと思った時になんか急に止まり出すみたいな、そういった癖のある運転フィーリングはないかなというふうに私は感じられました。ここら辺もですね、体感で培った技術や完成度っていうのをそのままこのマカン EV に持ってきてるので、もういきなり完成されてるモデルになっちゃったかなというふうにも思います。ここら辺がですね、やっぱりポルシェの EV すごいなと思えるところですよね。それにしてもですね、この加速した時のエレクトリックサウンド含めて加速感がすごく強いなというふうに思います。なんせですね、最初にお伝えした通りスペックが639馬力でトルク1130ニュートンメートルですからね、0-100加速が 3.3 秒ということで、この3秒台前半を出せるモデルって本当にもうスポーツカーやスーパーカーのレベルになっていると思うんですよね。これは本当にすごいと思います。今乗っているマカン GTS でもですね、トルクが550ニュートンメートルになるので約倍以上出てるかなというところですけども、マカン GTS で0-100加速が 4.3 秒ということなので1秒も速くなっているということで、これ本当に加速感が違うなというのは言えますね。やっぱここら辺はすごいなと思います。そして今マカン 4S のモデルに来てますけど、テールライトどのように光るかちょっと確認してみました。新型もですね、このように一文字に光りますね。そしてハザードウインカー系はこのような点灯方式になっています。特にシーケンシャルではないですね。流れる必要はないですけどね。いやー、今回あっという間でしたけれども、マカンターボの試乗ということで行ってまいりました。これはですね、充電環境さえご自宅に設置できる方であれば選ぶ価値あるかなというふうに思えちゃいますね。なので EV で、しかもスポーツ SUV でっていうことであれば、この新型ポルシェマカン EV 選んでみるのもありじゃないかなと思いました。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆様も良いカーライフを。私も次の車選び迷っちゃいますね。